では今週もよろしくお願いいたしまよろしくおす。願いいたします。今週もエイミーさんの方から始めていただいて。はい。私は奇跡のコースを学ぶクラスを開催しておりますけれども、そのクラスの中でこのようなことをおっしゃった方がいらっしゃいました。その方は、私だけは神様に助けてもらえないような、そんな気持ちなんですっていうことをおっしゃったんです。それを聞いたときに、ああ、その気持ちは私もずっと持っていたって思ったんです。自分だけは神に見放されている。私だけは助けてもらえない。っていう、そんな感覚だったんですね。で、もしかしてこの感覚って、他にも持ってらっしゃる方がいらっしゃるんじゃないのかなと思って、今日はいはい。コウさんにお話を伺いたいなと思いました。まさにそういう、見捨てられ感っていうのかな。で、それは改めてこの話ができるようになって、良かったなというか、癒されてない時って、今から僕が話す話は全然受け入れられないはずで、奇跡のコースはそこが逆に考えるとこなんですよね。神が見捨てるってことはありえないわけですはい。ね。で、そうすると見捨てたのは誰かってなってしまうと僕らしかいないんですよ。うんうんうん。で、見捨てたって言っても全然その記憶はもちろんないですよね。奇跡のコースの説明っていうのは、神と神の子が一つだった時がありましたよと。で、その時になぜか、ふと気まぐれを起こして、神のいない世界ってどんな風になるんだろうっていう好奇心みたいなものが生まれたんですよね。僕らはそういう想像の力を持ってますから、妄想って呼んでるようなものは本当にその作り上げることができてしまう。はい。で、そうやってこの宇宙を作り上げたっていう説明にこれでなるわけですね。だから神のいない世界設定です。で、神がいない。つまり自分は一人ぼっちになるってことにまずなります。これが孤独感の誕生です。それから自分が何か失ったっていう感じがおそらくしたはずなんですよ。神という自分の源って言い方を交差しますけど、それを否定したっていうのかな。だから神の子っていうアイデンティティの神の部分なくなっちゃったわけですね。そうなると自分の力を否定することになっちゃうんですよ。次に、じゃあこんなに無力だってことは他に力があるに違いないって考え始めちゃうんでしょう。で、その時に自分はちっぽけな存在で何か大きなものがいる。自分の作った神のいない世界に、でも何か大きな力があるってなっちゃったんでしょう。で、それを改めて自分たちが定義し直した神っていうものにしていくっていうことがおそらく起きたんでしょうね。だからここで神を作り上げてしまった。で、自分の力がないわけだから、とっても恐ろしい気持ちになるというか、怖がりになってしまうでしょうし、自分の平安の根拠って、自分が幸せでいる根拠ってものを今なくしてしまってますから、はい。何かを作り出さないと、幸せになれないっていう世界にこれでなっちゃうわけですよ。うーん。この世っていうのはそれを楽しめる場所では一応あって、もしうまくいけばたくさん手に入るってこともできる世界ではあるけれども、失敗もする世界ですよ。で、うまくいく人もいればうまくいかない人もいるっていう不思議な世界を作り上げちゃったから、うまくいかなかった時に話がやっと戻ってきましたけど、自分は神に見放されているんだっていうことで、理由を納得するっていうのかな。で、神っていうのはね、宗教みたいなものが全てそうですけど、何かを求めて祈る対象でしょう。はい。だから何か助けてくださいとか幸せにしてくださいとかって一生懸命やってるんだけど、この世界は本当の神じゃないものを神にしちゃったものだから、誰かだけうまくいって、他の人はうまくいかないみたいな変な世界になっちゃったんだろうなと思いますね。で、この経験がおそらくいっぱいあって、で、はい。何度生まれても、うまくいく人生あったかもしれないんだけども、でもうまくいかない恐ろしい思いをする人生っていうのがいっぱいあったとしたら、そういう気持ちになる想像がつくというか、真剣に祈れば祈るほど叶わないときがっかりしますよね。だから神様なんか信じないってやり方をする人たちが今度出てくるでしょう。で、この世界っていうのはそういう意味で神に自分は見捨てられたって思いをなぜか心の中に大事に持っているというか、そうなんです。それがアイデンティティみたいにちょっとなっちゃうっていうのも面白いところですよ。自分だけは救われないという特別な人なんですっていうふうになんか、ある意味特別。うで、だん。からあなたは神に見放されてるんじゃなくて、あなたが神を見放したんだっていう説明にしかやっぱりならないんですよ。で、この話が今日どんな風に聞こえるかっていうことで、自分の心の癒され具合がよくわかるというか、そんなこと言われてもわかんないってなっちゃう人ももちろんいらっしゃるだろうし、で、ああ、やっぱりそうなのかって思える人もいるかもしれないんですね。で、もちろんそれはあなたが神を見放したんだから、神との関係は修復できるっていうのがコースなわけで、そのプロセスを精霊が手伝ってくれるって言ってくれてるわけですよね。エイミーさんがこの前の動画みたいに癒されていない時だったら、神を見捨てたのはあなただよって言われちゃったらどんな気持ちになりそうですか？やっぱりどうせ私が悪いんでしょってなりますね。そう。だから神を見捨てたのはあなただけれども、だからこそあなたは神との関係を修復できるって言われた時に、ああ、それならよかったって思える部分が、エイミーさんの正気の部分であり、
だからそういうのは別に0、100じゃないかもしれないんだけども、パーッと時々影が通る時もあります。そういう時は祈ります。ちょっとあったりね、するけどね、今日は神に見捨てられたっていう気持ちでいる人がもしいたら、この話は役に立つかなと思ってまとめて喋ってみました。はい、ありがとうございます。